それでは、そろそろ、時間も、5分になりましたので、始めたいと思います。이제 えー 시작하겠습니다. ハンゴリーの会の市村美佐子です。今日は司会をやります。よろしくお願いします。 한국인 모임의 이치무라 미사코입니다. 오늘은 사회를 맡겠습니다. 잘 부탁드리겠습니다. 北京オリンピック・パラリンピック目前、冬季大会も廃止。長野、ピョンチャン、東京、札幌から声を上げる、というイベントを今日は企画しました。오늘은 이런 행사를 기획을 했습니다. えー北京オリンピック開催が2月4日に迫っています。 베이징 올림픽 그 개최가 2월 4일에 코앞두고 있는데요. ウイグルや香港の人々への人権弾圧などを背景に、各国が相次いで外交ボイコットを表明し、ジェノサイト五輪と呼ばれている、北京大会ですが、 그 위글이나 홍콩 그리고 그 여러 그 인권 탄압이 있었기 때문에 그 각국에서 베이징 올림픽을 보이콧하자 이런 식으로도 얘기가 나왔었고 그 제노사이드 올림픽이다 이런 얘기가 좀 나와 있는 상황인데요. オリンピック・パラリンピックはどこで開催されようと国家権力を強化し、人々の弾圧、抑圧を加速させるものであることを私たちは常に身をもって知っています。 그 올림픽, 파라림픽은 그래도 그 어떤 것에서 만약에 개최가 된다고 하더라도 그 올림픽, 파라림픽이라는 것은 국가 권력과 그리고 사람들을 단합하고 억압하는 그런 것이라는 거를 우리는 그 되게 잘 느끼고 있는 상황입니다. 私たちが望むものはボイコットではなくて、オリンピック・パラリンピックの廃止です。 우리가 원하는 것은 보이콧이 아니라 그 올림픽, 파라림픽의 그 폐지 그 자체입니다. これまでオリンピック・パラリンピックを経験してきた都市のピョンチャン、長野、札幌、札幌は2030年冬季大会が招致されていようとしますが、そして、4ヶ月前に閉幕した東京、今日は1988年の、夏の大会が行われたソウルの方からもいらっしゃると思いますが、皆さんと冬季大会の問題に注目し、オリンピック・パラリンピック廃止を訴えていこうと思います。 그 여러 나라에서 올림픽, 파라림픽을 경험을 했는데 예를 들어 그 평창도 그렇고 나가노 그리고 삿포로, 도쿄 그리고 그러니까 삿포로의 경우에는 2030년에 그 겨울의 올림픽이 이제 유치를 하겠다 이런 얘기도 좀 있고 그 4개월 전에는 도쿄에서 올림픽이 이제 끝난 상황이고 그리고 오늘은 그러니까 1988년에 그 서울에서 여름 그 올림픽이 있었는데 그쪽에서도 오신다고 들었습니다. 아 이 어 여러 가지 그런 그 올림픽, 파라림픽이 있었던 데에서의 문제라든가 그런 거를 공유를 하고 그 올림픽, 파라림픽 반대하는 그런 모임이 됐으면 좋겠습니다. はい。今日の流れとして、これから、まず最初に北京オリンピックについて今情報がなかなか得られないんですけれども、少し情報を得ている方の方から、オリンピック災害お断り連絡会からの方からの発表が、最初にありまして、後で、その後東京、ピョンチャン、長野、札幌、それぞれ20分ずつの報告を、前半行います。 오늘의 일정에 대해서 말씀드리자면은 처음에 그 베이징 이제 올림픽에 대한 그 정보가 여러 가지 부족한 상황이지만 그 오코토와리 그 위원회에서
그 베이징이 어떤 상황인지를 좀 보고를 받고 그다음에 도쿄 그리고 편찬, 나가노, 삿포로 이런 순서로 좀 20분 정도 전반에 각자 발표를 부탁을 드렸습니다. はい。そして5分休憩いたしまして、その後、また各都市からの、コメントや感想など、どのようにオリンピック廃止していくか、など、少し話していきまして、5時半あたりに、終了したいと思います。 그다음에 5분 정도 쉰 다음에 각국에서 여러 가지 코멘트라든가 감상을 좀 받고 어떤 식으로 올림픽 파라림픽을 반대하고 폐지할 수 있는지 얘기를 하고 5시 반쯤까지 좀 진행을 하려고 하겠습니다. で、今日は通訳の方が、浜野さんと、増田さんが、お願いしています。では、まず最初に、えーと、オリンピック災害お断り連絡会の、稲垣さんから、報告を、していただきます。ごめんなさい。じゃあ行きます。ちょっとね、バッテリーの関係で、途中で切れちゃったら申し訳ないんで、その際には皆さんよろしくお願いします。聞こえてますよね。はい。こんにちは。オリンピック災害お断り連絡会の稲垣と申します。今日はちょっと外から中継してます。中国の草の根の労働運動の情報などを発信する活動をしているので、少しだけ、中国の事情を知っているので、今日はお話をさせてもらうことになっています。よろしくお願いします。北京冬季五輪が2月4日から2月20日まで、パラリンピックが3月4日から13日まで開かれることになっています。中国は去年ですね、共産党の建設100周年、そして今年は秋にはですね、5年に一度の党大会が開かれる重要な年だということです。北京が五輪史上初めて夏冬を開催するホストシティとなり、国家を挙げて祝賀資本主義に邁進しているというのが今の中国の状況です。北京が2020年の冬季五輪に立候補したのは、今の国家主席のシー・ジンピンさん、習近平さんが党の最高責任者に就任して1年後の2013年11月に立候補しました。その後、2015年のマレーシア・クアラルンプールでの IOC 総会で、北京に決定したという経過があります。当時のマレーシアの首相で中国とも非常に仲の良かったナジブ首相はですね、実は先月、巨額の公金横領の罪で禁錮12年の判決を受けています。今回のオリパラのスキー会場は、このナジブ首相と非常に関係の深いマレーシア華僑の資本が運営しているスキー場です。このスキー場のあるですね、ジャンジャーコー市のチョンリーというところなんですけども、北京から160キロ離れてるんですよね。160キロって多分東京から長野ぐらいの距離がある。ソウルからピョンチャンぐらいの距離があるんですけども、そういうところ、このジャンジャー港なんですけども、実は日本がですね、1933年にですね、侵略しているときに、モンゴル人の傀儡国家を作ろうとして占領した町でもあるんですね。日本軍による空爆ももちろん行われた町です。こんなところでですね、日の丸飛行隊という愛称を持つスキージャンプの日本選手団が参加する、というのはですね、非常に恥ずかしいことだと、未だに僕は思っています。それでこの北京冬季五輪なんですけども、東京五輪や他のオリパラと同じくですね、商業主義であり国家主義、家父長制、そして暴力の象徴の祭典だというふうに思っています。2014年のソチ冬季五輪で巨額の費用がかかったということで、多くの立候補予定地がですね、立候補辞退したんですね、この北京、2022年の冬季五輪。で最後に選考に残ったのは、どちらも独裁的な国家のカザフスタンのアルマトイという町と中国の北京だったわけです。そのカザフスタンのアルマトイではですね、今年1月から生活必需品やですね、燃料価格の高騰をきっかけにしてですね、トカエフ政権に対する抵抗が広がりました。しかし、治安部隊がですね、少なくとも160人以上の市民を虐殺したというふうに報じられています。その時、中国政府はですね、カザフスタンのトカエフ政権の弾圧を支持しています。
そして今回、北京冬季五輪の開幕式にこのトカエフ大統領が参加するということを表明するとですね、もちろん中国政府は歓迎するというふうに、コメントを述べているわけです。この北京五輪なんですけども、中国政府はバブル方式という徹底した隔離措置でゼロコロナを目指すというふうに豪語しているわけですけども、実はこのバブル方式なんですが、オリパラ以外の市民のコロナ対策を後回しにする政策だということはですね、去年の夏の東京五輪のケースでもはっきりとしているわけです。この間、バブル方式とはですね、また別のバブル方式というのが実は中国政府によって取られてきたんですね。何かというとですね、2008年の北京五輪の直後を襲ったリーマンショックの衝撃を緩和するために取られた4兆元、6000億ドルにも及ぶですね、財政出動によるバブル経済。これがずっと中国で今まで続いてきたわけです。このバブル方式が今中国でも取られているわけですね。中国ではごく最近まで1億人近い貧困農民の人がいたんですけども、中国政府は2020年に貧困が解消したというふうに発表しています。貧困解消にはですね、不動産会社が作った農業企業に貧困農民を雇い入れるというですね、資本主義的な方法が取られたわけです。農民が政府の貧困対策を受けるにはですね、農地工作権を農業企業に譲渡しなければなりません。そして古い住宅の居住権を政府に譲渡して、政府の用意した貧困対策住宅に引っ越しする必要があるんですけども、引っ越し費用と住宅費用というのはですね、無料なんですけども、住み続けるのに維持費がかかるわけですよね。つまり、現金収入がないと生活できなくなるというような状態になってしまったわけです。農業企業が運営する不動産会社は全国各地で、無理なマンション開発を繰り返すことで、資金を回してきた。そしてそのバブルが今、弾けようとしているわけです。そして実はですね、スキー会場のあるこのチョンリーも2019年までは国家の貧困対策区の一つだったんですね。チョンリー、スーレ、日本語ではスーレと言いますが、チョンリーの約10万人の人口のうち 16% が貧困にあるというふうに言われていました。しかし2015年に五輪招致が決まると開発が進み、スキー場や新幹線が建設されています。貧困率もですね、2015年の 16% から2019年には 0.038% にまで下がり、チョンリーも貧困から抜け出したというふうに宣言をしました。地元の住民の3分の1がウィンタースポーツ関連の産業で働き、貧困農民約9000人も優先的にそこに雇用されているというふうに言われています。しかし、不動産会社のバブルと同じように、このオリンピックバブルによる貧困解消が本当の意味での貧困解消になるとは思えません。オリンピック反対の研究者、ジュールズ・ボイコフさんは、オリパラを祝賀資本主義というふうに言いました。税金による祝賀イベントを利用した資本主義という意味ですね。中国語で祝賀資本主義と書くとですね、資本主義を祝賀するという意味になるんです。中国政府は今、中国で約3億人がウィンタースポーツを楽しんでいると発表しています。しかし、これはまさに自然破壊とスポーツの商品化というオリパラに象徴される資本主義を祝賀するだけではないかというふうに僕は思っています。北京市の郊外なんですけども、スノボとフリースタイルが行われる巨大なスキージャンプ台が今回作られました。それはですね、かつて国有企業の鉄鋼工場があった跡地に作られているわけなんですけども、北京の郊外ですね、これは。はい。中国では2000年代に入ってたくさんの国有企業が民営化され、たくさんの労働者がリストラ解雇された歴史があります。北京の労働者は1919年にはですね、抗日運動である五四運動を支援しましたし、1989年の民主化運動ではですね、その運動に参加をしたという歴史も持っています。今回北京五輪で作られたスキージャンプ台はですね、資本主義を祝賀する中国政府によって打ち砕かれた労働者の墓標ではないか、お墓ではないかというふうに僕は思っています。ジャンジャー湖の古い話ですが、ジャンジャー湖の日本軍の傀儡政権というのはですね、中国、ソ連、モンゴルなどの国際的な反帝国主義の抗日連合軍によって打倒されたわけですけども、今ですね、私たちの前にはこのオリンピック帝国を打倒するためにも、私たちは日本、東京、札幌、長野、
韓国、中国、アジア、世界の人々と一緒になってですね、地域、国際的な連携運動をこれからも進めていきたいというふうに思っています。以上です。どうもありがとうございました。通訳の方もありがとうございます。マイクミュートにします。はい。ありがとうございました。ちょっと貴重なお話が聞けたのでよかったなと思います。続いて、東京から、ハンゴリーの会、の方の発表です。よろしくお願いします。こんにちは。ハンゴリーの会の吉田と言います。五輪閉幕後4ヶ月の東京からということで報告をしたいと思います。閉幕後4ヶ月の現在の様子を振り返る前に、まず開催中に何が起こっていたかということを振り返ってみたいと思います。東京大会の大きな問題として、誰もが思い浮かべることとしては、コロナによる1年延期と感染拡大の中の強行ということがあると思います。で、開催までの1年間、各国がコロナ対策に注力する一方で、日本はすべてにおいてオリパラ開催が優先されて、予算、人員、医療従事者、それから検査体制、ワクチンなどあらゆるものが奪われていきました。そして、いよいよ7月になるとですね、緊急事態宣言中にもかかわらず開催が強行され、直後から新規陽性者数が急増し、オリンピックとパラリンピックの中間にあたる8月13日には東京で5908人、8月20日には全国で25,851人、いずれも当時における過去最多の感染者を発生させました。医療体制は逼迫し、オリンピック開催中の8月2日、政府は原則自宅待機という方針を打ち出しました。その結果、入院できず、自宅や施設で療養中に命を落とした人が8月と9月で、こちらですね、8月と9月で全国で202名、8月の東京だけでも44名に上りました。で、日本ではコロナ対策でロックダウンが行われることはなかったんですが、オリパラ期間中、東京の街は広範囲にわたって公共空間や道路が封鎖され、至るところに警察官や自衛隊が跋扈し、人々の往来を不当に妨げる、私権を制限する、まさにロックダウン状態があちこちに立ち現れました。私たちは開催直前も開会してからも連日抗議行動に取り組んだんですが、行く先々で警察による不当でかつ暴力的な規制を受けました。競技場のゲートには顔認証システムが導入されていました。また JR は7月から顔認証機能付きの防犯カメラによって出所者や仮出所者、指名手配中の容疑者、不審者を検知する警備を行っていました。出所者や仮出所者の監視は、社会的批判もあって取りやめになりましたが、それ以外は現在も継続されています。これまで何度も廃案になりながら、オリパラを開催するために必要不可欠だと言って、2017年に成立してしまった共謀罪など、人々を監視する制度、システムがオリパラを契機にもたらされ、オリパラ後も私たちの社会に残り続けています。オリパラに抗議した人々への弾圧も全国で相次ぎました。武蔵野で逮捕された人は起訴されて、現在も裁判が続いています。また、私たちが関わったものでは、8月24日、パラリンピック開会式抗議行動において、でっち上げの不当逮捕された人がいます。また、この時、警察官に突き飛ばされて全治1週間の怪我を負った仲間もいます。そして別の仲間は、今から2年前の2020年2月、突然家宅捜索を受け、以来警察はその人に執拗につきまとい、あるいは、出頭要請をしてきました。最後の押収品、これ髪の毛3本なんですが、これが返還されたのはオリパラ閉幕後の2021年11月でした。しかし警察は今なお捜査の終結を明言していません。オリパラは多数の野宿者排除も引き起こしました。ハンゴリーの会のメンバーが調べたところによると、2013年の招致前から閉幕後まで、
オリパラで排除された野宿者は145名、間接的な影響で排除された野宿者は41名、計186名。あくまでも分かっているだけでこれだけいるということです。で、これまでの野宿者排除については、何度も報告してきたところですが、開催直前、開催中においても、例えば聖火リレーの支障になるからという理由で、野宿者の寝床や荷物に撤去警告が貼られるということがあり、新宿では延べ20名が荷物撤去を余儀なくされました。新国立競技場周辺、代々木体育館に隣接する代々木公園、横浜スタジアムにおいても長期間、広範囲にわたって立ち入り禁止、通行規制が行われ、野宿の人々が寝場所を失う事態が発生していました。そういうわけで、私たちはまさに五輪災害下といった状況にあったわけですが、そんな私たちの怒り、苦しみを嘲笑うかのように、IOC の五輪貴族たちは、ホテル大倉、5つ星ホテルに泊まったり、迎賓館でパーティーをしたり、広島、長崎訪問、銀ブラをするなどなど、特権的な行動や侮蔑的な発言を重ねました。これによって、私たちはもともと五輪廃止を訴えてきたわけですが、それ以外の人たち、多くの人たちも、オリンピック・パラリンピックや IOC の存在そのものに疑問を抱くようになったのではないでしょうか。私たちに残されたものということで、どこの開催地でも起こるように、東京でも巨額の建設費を投じてオリパラ会場が作られ、今後、それらが生み出す赤字が私たちの生活を圧迫します。こちらは東京都オリパラ準備局が策定した東京スポーツレガシービジョンという資料です。ここに出てくる6つの施設が東京大会のために新しく建設されたものです。で、ここにそれぞれの建設費を書き加えてみます。で、この中で黒字が見込めるのは有明アリーナだけです。で、その運営権は電通が握ることになっています。そして、それ以外の5施設で年間10億円を超す赤字が発生します。この他にも仮設施設である有明体操競技場、205億円かけて建設しましたが、10年で解体予定とされています。それからアクアティクスセンターの目と鼻の先には、同じくオリンピック水泳競技に使用された辰巳国際水泳場がありますが、2025年までにアイススケート場に改修される予定で、すでに年間1億6000万円の赤字が見込まれているということです。で、国の施設である新国立競技場は1569億円で建設し、年間24億円の経費がかかると言われていますが、いまだ運営事業者すら決まっていません。ピョンチャンオリンピック反対連帯の皆さんが12月に出した報告書を読むと、無駄なオリパラ施設の問題を解決するために、レガシーの活用と称して、税金を投入して新規事業が行われるということが書いてありました。東京も同じです。先ほどの、東京スポーツレガシービジョンという東京都の資料にも、競技場を活用するために国際大会の誘致をするという方針が記載されています。新国立競技場もまた2025年、世界陸上を招致して活用しようという動きがすでにあります。最後に日本で世界陸上が開催された2007年には、会場となった大阪長居公園で、野宿者の強制排除が起こりました。招致が決定すれば、オリパラ同様、多額の税金が投入され、監視や排除も進むでしょう。今年3月には開催地が決定してしまいます。なんとか反対していかなければと思っています。また、オリパラを契機として、各地で人々の生活に必要不可欠であった公共の空間、公共の施設、街全体が地方に奪われていくことが顕著に起こりました。新国立競技場一帯では、オリパラ終了後もレガシーを次世代に引き継ぐためとか、世界に誇れるスポーツクラスターとして整備するためといって巨大なビルを次々と作る再開発が続きます。新国立競技場に伴い潰された都立明治公園と都営霞ヶ丘アパートの敷地は新たに明治公園として整備されますが、PFI 方式で管理運営は民間企業が行い、カフェやレストランが立ち並ぶおよそ公園とは言えない空間になろうとしています。
渋谷区宮下公園も直接オリパラ会場になったわけではありませんが、オリンピック・パラリンピックを迎えるのにふさわしい公園にするとして、三井不動産による巨大な商業施設とホテルに変貌してしまいました。これだけたくさんの問題を引き起こしたオリンピック・パラリンピックですが、開幕後4ヶ月の今、オリパラを推進した者たちは総力を挙げて、東京2020は成功した、開催してよかった、たくさんのレガシーが残ったという歴史の書き換えに躍起になっています。例えば、東京都は閉幕直後からこういった広報を、精力的に行っています。東京フォワードっていうやつなんですけど、本当にどれをとってもしょうもないものばかりなのですが、一つ一つ紹介している時間もないので、ぜひ皆さん後で検索してご覧になってみてください。また、最初にオリパラ開会中にコロナ感染者が爆発的に増えたという話をしましたが、これをですね、小池都知事は9月10日の記者会見で、大会が感染爆発につながるのではないかという懸念は結果としてなかったと述べるなど打ち消そうとする動きもありました。組織委の総括資料を見ると、ジェンダー平等だとか、多様性と調和、ダイバーシティ&インクルージョンを推進したと書かれています。あれほど森喜朗による差別発言をはじめ、さまざまな関係者による差別やいじめが露呈し、大会に至るまで野宿者排除、入管での人権侵害など多くの人を虐げておきながら、真逆の歴史が残されようとしているわけです。そして、オリンピックはやってよかったという歴史の書き換えとして、今最大の注目を集めているのが、東京五輪公式記録映画監督、河瀬直美と彼女の制作風景を追った NHK の河瀬直美が見つめた東京五輪という番組です。この番組の中で、五輪反対デモの参加者が金で動員されているという虚偽のテロップがつけられていました。これは、五輪反対の声を上げた国内外の多数の人々の存在を否定し、貶めるもので絶対に許せないことです。もちろん私たちはお金で動員したりされたりしたことは一切ありません。そしてすぐさま抗議文を出し、おとといも抗議行動と記者会見を行いました。この番組は全体として河瀬直美のオリンピック来賛の姿勢で貫かれています。河瀬直美がオリンピックを招致したのは私たちだとか、みんな喜んだはず。オリンピックで頑張っている人に寄り添うのは人間として当たり前と言い、助手の島田角栄もまた、プロの反対派もいると発言しています。彼女は別の番組でも、オリンピックには光と影があって、光はアスリートの活躍、影は人々がコロナの不満をオリンピックにぶつけたことによって生まれた社会の分断だという趣旨の発言をしています。東京五輪公式記録映画監督である河瀬直美の背後には IOC がいます。NHK もまたオリンピックの放送権者でした。そういったオリンピック利権者たちが揃いも揃ってオリパラは素晴らしかった。反対したのは一部のうさんくさい奴らだったというふうに歴史を書き換えようとしている。本当に卑劣なことだと思います。そして12月に行われた世論調査では開催してよかったと答える人が5割にも上りました。この調査をしたのも NHK なんですが、私はこれ自体が捏造だとは言い切れないと思っています。実際に私たちも新国立競技場周辺で開会式、閉会式に興じる群衆を目の当たりにしました。くしくも NBC の CEO が開催前に五輪が始まれば全て忘れてみんな楽しむと発言して批判を浴びましたが、連日メディアが垂れ流す日本人アスリートの活躍やメダルラッシュに夢中になり、全て忘れてしまった人たちが一定数いるということは私たちも受け止めなければならないでしょう。悪いことはまだ続きます。東京都は今年8億円の予算をかけて東京五輪パラ1周年記念事業というものを行おうとしています。それぞれの開会式から1年後の7月23日と8月24日にはセレモニーを開き、10月には1万5000人の東京レガシーハーフマラソンを行うのだそうです。生活できない、営業できないと苦しんでいる人たちがたくさんいる中で、こんなことやってる場合ではないのに、それでもオリパラを開催してよかったという既成事実を作り上げることが優先されるわけです。そしてもう一つ忘れてならないのは、2030年札幌五輪招致。
東京大会の総括すらもされてない昨年11月、札幌市は2030年冬季五輪開催概要計画を発表しました。12月には橋本聖子らが札幌五輪招致議連を発足しました。今、あらゆるやり方で行われている開催してよかったキャンペーンは、札幌招致に拍車をかけるための布石でもあると思っています。で、最後に、今日のイベントは北京五輪目前ということで企画されましたが、実は私たちのもとには SNS で連日のようにネット上から北京オリンピックに反対しないのかというようなコメントが浴びせられています。彼らの中では私たちのような五輪反対運動は金で動員された工作員で、金の出所は中国共産党で、だから北京五輪には反対しないんだっていうストーリーが出来上がっているようです。私たちはもちろん北京大会にも反対です。ただし今世間で多く言われている人権侵害をするような悪い国でオリンピックはやるべきではないという論調には同調したくありません。なぜならどこで行われようがオリンピックそのものが人権侵害をもたらし加速させるものだからです。それに特定の国を敵視してナショナリズムを煽り立てるようなものに絡め取られたくないわけです。そこに北京五輪反対を主張する際の難しさを常に抱えています。これがですね、東京オリンピック開催直前の6月に行われた自民党の会合で、五輪開催は日本の使命、北京五輪を来年に控える中、東京が開催できるところを見せなければならないという発言が参加者から出たという記事です。そしてこちらは安倍晋三が反日的な人が五輪開催に強く反対と発言したという記事です。多くの人がこの反日に注目して大きな批判が起こったわけですが、もう一つ気になるのは、自由と民主主義を報じる日本がオリンピックを成功させることは歴史的な意味があり、日本にはその責任があるという発言です。ここで言う自由と民主主義というのは言葉通りではなくて、旧冷戦体制下の西側諸国とかアメリカの仲間という意味合いを感じます。すごく北京を意識していると思いました。つまり、この後中国で北京五輪が控えているわけだから、アメリカの子分である日本が東京五輪に失敗するわけにはいかないということですよね。なんと偏境な思考なのかというふうに驚きました。そしてオリパラの存在そのものが国力や覇権を誇示するために用いられて、ナショナリズムや国家間の敵対心を高揚させているということがよくわかります。私たちは何年もかけて世界中の都市とつながってノーオリンピックスエニウェアと訴えてきたのであって、東京か北京か、反日か反中か、ボイコット支持か否かといった単純で偏境な枠組みに押し込もうとしてくる流れには絶対に組み伏せられたくありません。私たちが求めるものはボイコットではなく、オリンピック・パラリンピックが永久に廃止されることです。この後も今日の皆さんの報告と議論を楽しみにしています。ありがとうございました。はい、吉田さん、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、まだ怒り冷めやまらない、中、次々と、むちゃくちゃなオリンピックを正当化するために、歴史を変えられようと今、行っているということが始まっているということですね。まだまだオリンピックが続くということ、忘れてはならないと思います。続いて、2018年に行われた、冬季オリンピック、ピョンチャンからの、ピョンチャンオリンピック反対連帯からの、発表です。では、ピョンチャンオリンピック反対連帯の方、画面共有をしていただいて始めてください。안녕하세요. 평창올림픽 반대연대입니다. 올림픽 문제에 저항하는 여러 그룹과 개인이 함께하고 있습니다. 활동을 지속해오면서
이 문제가 한 지역이나 국가의 문제가 아니기에 비슷한 문제를 겪는 여러 지역과 함께 연대하고 목소리를 낼 필요성을 절실히 느꼈습니다. 보시는 사진은 평창 패럴림픽 폐회식장 근처에서 우리가 남긴 메시지입니다. 두 번째 슬라이드 설명 말씀드리겠습니다. 2018년 동계올림픽 개최지로 평창이 확정된 지 6개월 만인 2012년 1월에 올림픽 특별법이 제정되었습니다. 올림픽 시설 공사는 물론 올림픽과 직접적인 관련도 없는 여러 개발 사업이 이 특별법에 의해 여러 절차를 면제받고 특혜 속에 진행되었습니다. 왼쪽 지도의 빨간색으로 표시된 지역이 평창이고 진한 회색 지역이 강원도입니다. 오른쪽 지도는 강원도 전역에서 추진된 각종 도로 등 건설 사업을 보여줍니다. 올림픽 개최 예산 13조 원 중 9조 원 가량이 이와 같이 올림픽과 무관한 건설 사업에 들어갔습니다. 세 번째 슬라이드 시작하겠습니다. 지금부터 보시는 것은 소위 올림픽 유산이라고 불리우는 것의 실제 모습입니다. 사진에 보이는 알펜시아 리조트는 강원도의 공기업인 강원도개발공사 소유의 시설로 올림픽 유치라는 단 하나의 목적을 위해 1조 6,800억 원의 공적 자금으로 지어졌습니다. 네 번째 슬라이드 말씀드리겠습니다. 계속 불어나는 빚을 감당할 수 없었던 강원도는 알펜시아를 민간 기업에 매각하기 위해 수년간 시도를 해왔습니다. 하지만 리조트 시설 중 가장 경제성이 떨어지는 올림픽 시설은 제외되었습니다. 그중 하나인 슬라이딩 센터의 작년 여름 모습입니다. $1,100억 원을 들여 지은 뒤 한 해 평균 16억 원의 유지비가 소요되고 있지만 한 번 얼음을 얼리는 데에도 수억 원이 필요하기에 4년 동안 방치되어 있습니다. 数億ウォンが必要になるので4年間放置されています。지방정부는 올림픽 시설 문제를 진지하게 고민하기보다는 올림픽을 내세운 새로운 사업을 추진하고 있습니다. 폐허가 된 슬라이딩 센터 앞에는 수십억 원을 들인 모의 훈련 시설이 최근에 건설되었고 관광체험시설 사업도 추진되고 있습니다. 観光体験施設事業も推進されています。カンヌン地域のオリンピックパークには様々な氷上競技場が集まっています。環境に優しいオリンピックをスローガンに、そのうちの2つの競技場は大会閉幕後撤去される計画でした。しかし、地方自治体はオリンピックが閉幕した後も、オリンピックレガシーの活用を口実に、活用の対策もろくにないまま、施設を維持することに計画を変更しました。カンヌン市はオリンピック開催前から標準スポーツ人口を増やし、施設を活用するといって活性化事業にも数十億ウォンを振り込みました。しかし、過去4年の間、その施設はスポーツとは関係ない公演、展示などのイベントが時折行われるだけに過ぎませんでした。オリンピック競技場全12カ所で生まれる赤字が毎年142億ウォンに上ると推定されています。写真の左側の青い看板には、ピョンチャン、アルペンシア、ハルピン、氷雪大世界と
書かれています。このイベントはオリンピックブームの醸成のために2016年1月に推進されました。このイベントのために働いた60年余りの建設労働者は、ピョンチャンオリンピックが開幕した2018年まで賃金を帯びた一問も受け取ることができませんでした。この写真は2016年当時、建設労働者たちの抗議行動の姿で、横断幕には賃金未払いの解決なしにオリンピックはないと書かれています。オリンピック関連工事の現場では、賃金未払い状態にある労働者は彼らだけでありませんでした。1000人を超える建設労働者たちは、総額11億ウォンに達する賃金を受け取れずにいます。唯一の生計手段である建設装備が差し押さえを受け、家族の生活が破綻した労働者たちは、最後の手段でオリンピック開催期間を通して重要なイベントが行われるオリンピックプラザに赴き、断食と座り込みを行いました。真冬の寒さの中、手を温めていた湯たんぽがあっという間に凍りついてしまいました。それなのに、政府、事業者、IOC、その誰もが彼らの正当な要求に応えることなく、マスコミも労働者の声を伝えませんでした。オリンピックが開かれるたびに繰り返される宣伝文句の一つに、地域経済活性化があります。しかし実際はオリンピック開催に伴ってやってくるのは政権の危機でした。オリンピックの雪上競技が開催されるスキー場の近隣住民たちは、スキー装備レンタル業で生活しています。オリンピック組織委員会は、開催が目前になった時点で、競技コースに含まれていないスロープも閉鎖、スキー場全体の営業を中断することを住民に一方的に告知しました。住民たちの掲げた横断幕には、ピョンチャンオリンピックキラース、誰のための東京オリンピックなのかと書かれています。もう一枚の、横断幕には、生存権を踏みにじる冬季オリンピックと書かれています。住民たちは対策を求めて地方自治体、政府中央、オリンピック組織委員会などを訪問しましたが、どこも彼らとの対話に出ることはありませんでした。ここは、オリンピック開催後に9億ウォンを超す予算で平和オリンピック記念公園が作られました。平和、和合、夢などの美しい単語とファイブリングのオブジェ、マスコット像などの立ち並ぶ公園には、住民たちが味わわされた苦痛の痕跡を見ることはできません。オリンピックは4年前に過ぎ去っていきましたが、開発事業は今も続いています。オリンピック特別法によって、カンウォンド全域で今なおオリンピック特区事業が進められ、少なくとも2032年までは続くことになるでしょう。写真は特区事業地のうちの1箇所の2021年8月の姿です。フェンスには、キョンポオリンピックカウンティ造成事業と書かれています。特区事業者たちは、オリンピックのための事業を迅速に推進しなければならないという理由で、一部の土地を強制収用することのできる権限を得ました。この事業によって土地を奪われた住民たちは、オリンピックが終わるまで事業が推進されないなら、すぐに土地が返還されるものと期待していたが、事業は、期限を延長され続けられています。ここは別の特区事業種の昨年の様子です。ホテル建設事業という大型の看板が立てられています。元の事業者はオリンピック前に事業の許可を得た後、事業を推進しないまま、新しい事業者に土地を売って不動産収益を得ました。
右側の写真の建物は特区事業で、建設された別のホテルです。左側には、松林と海岸があります。松林はホテルの工事が始まる前に環境部との協議を通じて、保存することが決定されました。写真の案内文にはその内容が盛り込まれています。しかし、ホテルは何の話し合いも手続きもないまま、2020年11月に30本以上の松の木を伐採しました。住民たちの公共空間であった海岸と松林は、すでにホテルの前庭と変わりない状態になり、ホテル側は来客の不便を伐採の理由に挙げました。住民たちは絶え間ない開発事業によって、海岸や松林が開発事業に占有され、破壊されることに抗議をしていますが、これを防ぐのは容易ではありません。オリンピックが呼び込んだ不動産特区ブームを、特区事業地だけではなく、開催地全体に今に至るまで影響を及ぼしています。観光と文化発展の名目に、新しい関係事業が引き続き、推進されています。ここはカリワン山です。韓国で残されている数少ない原始林の一つで、500年以上にわたり国家レベルで保存されてきました。しかし、オリンピック施設工事によって保護区域の指定を解除され、10万本以上の樹木が伐採されました。写真はオリンピック施設工事の仕上げ作業が最盛期を迎えていた2017年9月の様子です。2月4日に開幕予定の北京冬季オリンピックと同じく、ピョンチャンで行われた雪上競技には、多くの量の人工雪が使われました。人工雪には大量の水とエネルギーが必要です。そればかりでなく、人工雪によって引き起こされる土壌生態系の損傷は、取り返しのつかないレベルにまで及んでいます。写真は2018年5月に撮影されたもので、気温30度近くに上る暑さの中でなお、巨大な人工雪の塊が残っています。カリワン山で生活の場を奪われたのは動植物だけではありません。山のふもとにあったスガムニという名の村には50世帯余りが暮らしていました。政府と、建設会社は村のある場所にオリンピック観戦客のためのホテルを急いで建設しなければならないとして、移住の合意どころかまともな移住対策も準備されないまま、住民たちを強制移住させました。住民たちを追い出して建てられたホテルは、オリンピックが終わるまで工事が終わることはありませんでした。このホテルは、オリンピック、パラリンピックが終わって3ヶ月以上が過ぎた2018年7月にようやくオープンしました。開発が制限されている地域にホテルの建設が可能だったことは、その地域が特区事業地に指定されたためです。住民たちの中の一部が移住した移住団地の向かい側に位置するホテルは、ウェルネスを、宣伝文句にしています。世界的な気候危機によって、北方系森林の保存の必要性がますます高まっている現在の状況で、私たちは未来のために守らなければならなかったものを、オリンピックではなく、台湾山だったのです。写
はカリワン山の頂上部分です。地方自治体はオリンピックレガシーの活用を理由に、オリンピックの施設を維持し続けています。昨年11月、政府はカリワン山の頂上部に大規模な観光施設を設置する作業を承認しました。ご覧の画面は事業の長官図です。保護区域を解除するとき、国有林であるカリワン山の使用許可の期限は2018年まででした。オリンピック組織委員会は森の原土復旧を約束しました。しかし、守られた約束は何一つありませんでした。1月21日からソウルで期間限定オープン中のノーオリンピックライブラリー、オリンピック反対図書館を紹介します。オリンピックを経験したソウルとカンヌンで、オリンピック反対の声を伝えるための各種の図書とパンフレット類を共有する小さなライブラリーを北京冬季オリンピックが終わる2月末まで期間限定で運営します。ノーオリンピックライブラリーが開かれているソウル地域のピルタバンカフェの入り口の様子です。ここは平等なくして平和はないと叫んで、ピョンチャンオリンピック開催期間中、実質的な差別撤廃を目指して行動した障害者差別撤廃連帯が関わっている空間でもあります。ライブラリーはカフェでもあり、給食所でもあるピルタバンの一部にあります。開催地ごとに共通して繰り返されるオリンピック弾圧に抵抗するメッセージを掲載したトップオリンピックポリシー、漫画と自転車講師の時に描いたノーオリンピックエニフェアの旗などを展示しました。私たちが最近作った本と2019年の共同行動を記録した本も揃えています。先日、ライブラリーでは新しく作った本の発版報告会を行いました。ピョンチャンをはじめ、さまざまな開催地の最近の状況を共有し、語り合いました。資料がいろいろな言語で構成されているため、詳細な説明を整理し、一緒に表示しました。東アジア地域でオリンピックが何度も開催されている今、私たちはオリンピックによって深刻化する抑圧に抵抗している開催地の人々との連帯にすることを呼びかけたいです。互いの声を共有することのできる図書館運営を通じて、連帯の輪がますます広がることを期待しています。以上で、報告終わりです。ありがとうございました。ピョンチャンオリンピック反対連帯の、皆さんの、長く、状況を追っていただいて、こうやって、報告していただけるというのは本当に貴重かと思います。凄まじい状況が、まだまだ続いて、ますます深刻になっているのかなと、思いました。本当に守られない約束、守れなかった約束がいくつもあるということ、オリンピック状況、どこでも結構起こってるなと思います。で、あと、ここで出てきたカリワン山は、原生林が茂っていて、それは日本の侵略があった頃、松の木があの辺は、燃料として、日本政府に奪われて原生林が破壊された場所だと
聞きました。その中でも、カリヨハンさんは、そういった侵略からも逃れて、現地の人たちで守られた場所だということも聞いています。そんな場所がですね、今回オリンピックによって、たった2週間のためのオリンピックによって500年かかってできた原生林が壊されたことを、本当に忘れてはならないなと思います。ありがとうございました。続いて、また、ですね、今度は、ちょうど、1998年ですね、長野オリンピックが行われましたけれども、そこで、活動されていた、方の方から、発表があります。岡崎さん、では、じゃあ岡崎さん、よろしくお願いします。はい。では、江澤さん、仲間の江澤正夫さんの原稿を読ませていただきます。やっぱりオリンピック・パラリンピックはどこにもいらない。よいしょ。札幌市民への伝言。はじめに、長野はオリンピック・パラリンピックを25億円で買いました。IOC はオリンピックをより高く買ってくれる愚かな都市を探しています。たった2週間のオリンピックが残したのは回復しがたい自然環境の破壊と、借金の山です。市民に情報が公開されず、反対や批判する市民は非国民と言われました。1、招致活動。市長には何の説明のないまま、85年に招致委員会が設立されました。県議会で2度も招致決議がなされ、五輪開催は県民の総意、悲願とされました。しかし、具体的な財政や財源計画は明らかにされませんでした。たった2ページの概要計画書が県議会に提出されたのは88年。国内で4都市が立候補し、条件の揃った盛岡を抑え、何も施設がない長野がお金の力で選ばれました。IOC への立候補にあたり、それまでなかった国の財政的保障が取り付けられ、閣議了解がなされました。内容は昔の札幌大会同様、既存施設の利用と新設の建設費は国が半分だけ支出。大会運営費用は入場料収入で賄うです。2、環境。当時、札幌五輪の滑降競技の、恵庭岳同様、岩菅山の開発が全国から注目され、反対の声が上がり、計画は断念されました。しかし、この断念の背景には、日本自然保護協会 WWFJ などの自然保護御用団体とオリンピック招致に協力していくという密約がありました。その後、長野オリンピックは IOC の言う環境と調和したオリンピックになりました。組織委員会会長は1本切ったら2本植えればいいという名言を吐き、オリンピック副読本にも掲載され、学校現場で教えられました。競技会場は3つの国立公園にもまたがっていました。貴重な植物の移植、復元などの試みが、されましたが、結果は限定的。白馬村ジャンプ会場では中学校のスキー部員が動員され、カンアオイを移植。ドーソンの滑降ゴール地点では川が大会期間中付け替えられ、大会後に戻されました。競技会、志賀高原のスキー会場も、競技会場、志賀高原のスキー会場も
白馬のジャンプ会場も長野市のフリースタイル会場も氷土の流出が24年経った今も続いています。一度失った自然はもう戻りません。3、人権。招致活動の中で戦前から続く町内会組織が動員され、500円の旗やピンバッジが売られました。これは地方財政法の割り当て的寄付にあたります。子どもたちは学校で招致のために絵や作文が強要され、副読本を使った五輪授業を受けさせられました。また IOC 委員の歓迎行事、観客としても動員されました。これらは子どもの権利条約、世界人権規約に違反しています。長野オリンピックの建設工事にはフィリピンや南米からの出稼ぎ労働者などが参加しました。ところが大会が近づくと環境浄化を掲げるホワイトスノー作戦が始まり、ホワイトエンジェルスという自警団が組織されました。その中で外国人労働者や女性がオーバーステイや薬物使用を理由に摘発されました。パラリンピックは障害のある方のためと言われますが、重度の障害者は参加できません。選手を機能などによって区分し、さらに順位をつけることに何の意味があるのでしょうか。障害のある人も日常生活をする生活者です。たった2週間だけでなく、毎日支援が必要な人もいます。パラリンピックを開催するより、障害のある人が毎日安心して生活を送ること、自立を支える地域づくりが大切です。長野市では、五輪の期間中、五輪とパラリンピックの期間中、他の自治体から借りてきた低床バスなどが運行されましたが、その後あまり見ません。エレベーター付きの歩道橋は1箇所のみです。4、財政。まずはじめに、長野五輪関連支出が一体いくらかかったか分かりません。オリンピック・パラリンピックの独立した特別会計がないために、どこからどこまでが関連予算なのか市民に補足できないからです。任意団体である招致委員会の会長に市長・知事がなり、市や県から負担金や交付金が支出されました。県からの交付金10億円余りは社会体育振興費でした。それが IOC 委員の接待費にも使われました。そして使途を明らかにするため、私たちが公文書公開請求や監査請求をすると、28億円余りの会計帳簿は、危機、つまり燃やすか捨てたということです。奴らは招致活動にいくら支出しても損はありません。数十億円の投資で1兆円以上の公共事業が舞い込むのです。95年元日の毎日新聞は一面で寄付企業が工事受注と報じました。五輪は1兆5000億円の初期投資で2兆3000億円の経済波及効果があるとされましたが、県の借金は、1985年から93年までの13年間で1兆円以上も増え、1兆5000億円を超え、住民に重くのしかかっています。公共施設の使用料金、水道料、介護保険料等々、住民サービスの低下は大変です。短期間に集中して公共工事を行われたため、大会後、県の単独事業が激減しました。多くの工事は大手ゼネコンの JB が受注し、地元へは還元されません。そして巨大な競技施設は大会もなく、維持費もかかり、老朽化を待っています。札幌市長がご指名のリュージュボブスレー会場は、当初予算の4倍の101億円かかりました。今、キツツキに穴だらけにされ、
使うには莫大な金がかかりそうです。アンモニアを一時冷媒にした施設は危険そのものです。流行りの SDGs にもならない。ジャンプ代も当初予算の3倍かかりました。IOC や IF はわがままでどんどん予算は膨らみます。3、動員。招致から大会開催まで、すべて動員で成立したオリンピックでした。町内会、婦人会、学校、老人会、企業、業界団体、自治体、国の機関、商社の海外支店とあらゆる団体が動員されました。連れ合いが、これは江沢さんのお連れ合いです。連れ合いが89年秋の長野市長選挙に立候補して、オリンピックいらないを訴えました。ところが、長野市内、県内の印刷屋さんに選挙ポスターの印刷を断られました。唯一頼みの選挙広報を配らない地区もありました。貧乏だから、オリンピックに反対するんだろう。長野県から出ていけ、非国民と言われましたが、11%、15,406票、反対の声がありました。子どもたち、五輪教育だけでなく、観客としても動員されました。IOC が欲しいのは子どもたちの笑顔をテレビに流すことです。戦争は国民総動員で成立します。信濃毎日新聞の御用報道と街のムードは、こうして市民は戦争に組織されていくのだとはっきり示していました。95年の阪神大震災以降、ボランティアという言葉が広がりましたが、長野オリンピックでは、信州大学の学生は人数が割り当てられた募集があり、本来自主的であるはずのボランティアではなく、明らかに動員です。5、NHK などの報道。長野ではメディアのすべてが招致委員会へ取り込まれ、御用報道を垂れ流しました。中でも県民の6割が購読している信濃毎日新聞と NHK は積極的に喧伝しました。昨年4月1日、私たちは東京2020大会の聖火リレーへの抗議行動をしました。ライブ中継を流していた NHK は、私たちのオリンピックなんかいらないの声を3分間消しました。あったことをなかったことにしました。歴史の一瞬を奪いました。東京では NHK の番組中、五輪公式映画の撮影スタッフが匿名の男性をインタビューする場面で、発言と事実を確認することもなく、お金をもらって五輪反対デモに動員されているとする字幕をつけました。今度はなかったことを捏造して歴史を作り変えました。7、平和の祭典の大嘘。オリンピック・パラリンピックは平和の祭典というが、オリンピックを何度開催しても世界はちっとも平和になりません。かえって大会開催によって国威発揚や国家主義的意識を助長しています。開会式などの演出にもそれが明らかです。五輪関連機関だけ停戦とかじゃなくて、核廃絶や軍縮に直接に取り込むことをすべきです。長野五輪の開催経費で世界中の地雷廃絶ができたはずです。IOC 会長がお供と数百メートルパレードしても平和は実現しません。現実から目をそらせる役目を果たしているだけです。長野大会以降も安保法制の整備や秘密保護法など戦争をできる国の準備が進んでおり、東京2020大会は憲法改正の発議を現実にするはずでした。冬季五輪で世界の平和というバナーが各公民館に掲げられていました。これは長野オリンピックの頃ですね。私たちはオリンピックを錦の御旗にした反対の声も上げられないファシズム的ムードが嫌で、
戦争を止めるための練習のつもりでオリンピックに反対の声を上げました。8、札幌市民がお金をかけずに今でもできることを考えました。長野ではできなかったことです。一つ、オリンピック・パラリンピックに関するあらゆることをしっかり記録保存する。二つ、同市議会に招致活動の特別会計を作るように陳情請願などする。三つ、住民監査請求、住民訴訟、差し止め訴訟等法的対応の勉強と準備をする。四つ目、前の大会によって北海道の人口分布が札幌周辺県に偏ったとも聞きます。高齢化、過疎が進む中、もう一度大会が開催されれば、さらに人口の偏在化、過疎化が進み、鉄道などの公共交通の確保は困難になります。たった2週間のお祭り騒ぎに惑わされてはなりません。5、選挙でも何でもやって、異議や反対の声があることを示します。市民が反対の声を上げていることを市民に分かりやすく伝える。いろんな意見があるのは当然のこと。なんとか仲良く緩いネットワークを作って、なんとか楽しく反対運動を続けてください。最後に、北海道の現状と未来にオリンピックより大事なことがあることを提案します。オリンピックよりいいことがあります。2022年1月27日、オリンピックいらない人たちネットワーク、江沢正夫。以上です。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます、岡崎さん。もう、江沢さんや岡崎さんは40年ぐらいオリンピックを反対して活動していただいているので、こういったいろいろこうアドバイスもいただきまして、私たちまだまだこれ終わらないんだなっていうのをまだまだこれからもやっていかなきゃいけないなと強く、ちょっと背筋が伸びる思いでした。ありがとうございました。では、札幌のですね、方から、報告していただきます。オリンピック中止を求める誰でもサイレントウォーク、の方からよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、これは通訳者の方になんですけど、ちょっと思ったよりゆっくり話さないといけなそうだったので、少しちょっと原稿を省略しながら話していこうと思っています。ありがとうございます。では始めます。こんにちは。私はオリンピック中止を求める誰でもサイレントウォークの実行委員の一人です。年は31歳で札幌で会社員をしています。私は東京オリンピック・パラリンピックの開催に対して友人と主に3つの抵抗運動を行いました。1つ目はテストマラソンでのスタンディング。2つ目はサイレントウォークという名前のデモ。3つ目はマラソン本番でのスタンディングです。もちろんこれら以外にも当日までに札幌では様々なアクションがあったと聞いています。しかし残念ながら私は自分の起こしたアクション以外についてはよく知りません。もし今日参加されている皆さんの中に札幌の方がいて、これまでの活動や今後の活動についてご存知の方がいましたら、後でご発言いただけると嬉しいです。さて、早速ですが、今画面に映っているのは、昨年の春に私の自宅のポストに入っていたチラシです。ちょっとバージョンは違うものなんですけれども、私はコロナ禍以前からオリンピックやパラリンピックという国家的なイベントに対して疑問を持っていましたが、自ら何かアクションを起こすということはほとんどしてきませんでした。ところが、この日、家に届いたこのチラシを見ているうちに、
私の中に具体的な怒りがふつふつと湧き上がってきました。この地図は札幌の中心地を示していて、まさに私の生活圏です。私の自宅や会社、普段行くスーパー、本屋、カフェなどがまるっとこの地図の中に入っています。そしてこの生活圏を分断するようにして引かれている太い線、これがオリンピックのマラソンコースです。皆さんはよくご存知だと思いますが、東京の夏が蒸し暑すぎることを理由にマラソンと競歩の競技は札幌で実施されることが突然決まりました。当時、寝耳に水という文字を新聞記事やニュース番組で何度見たことでしょう。東京都は IOC や世界中の人々に対し、東京がいかにオリンピックに適した気候であるかと嘘をついた末、開催直前になって札幌に泣きついてきたのです。そしてそれを札幌市長や北海道知事はあっさり受け入れてしまいました。5月5日、札幌でオリンピックのマラソンを想定したテストマラソンが実施され、8月5日から8日にかけては競歩とマラソンの本番の競技が実施されました。ここからは東京オリンピックをめぐり、私の身の回りでどのような変化があったのかについて簡単にお話しします。テストマラソンやマラソン本番の日が近づくと、その数日前にコース沿道には写真のような鉄柵が巡らされました。その辺の道や地下街を歩く警察官も明らかに増えました。通行の妨げになったのはもちろんのこと、見慣れた景色が物々しく異様なものになったことにはうんざりしました。近所の施設には五輪マークの入った大きな横断幕も張られました。さらに私をイライラさせた出来事がもう一つあります。写真は札幌中心部にある大通公園です。東西に広がり、憩いの場として知られている大通公園は、競技のスタート地点とゴール地点になったため、一部封鎖された上、芝生が剥がされました。私の周囲では、オリンピックに対する疑問の声が以前からよく上がっていましたが、この芝生の事件が明らかになったとき、最も批判の声が高まったように感じました。札幌では半年間地面が雪に覆われます。夏の初めから秋にかけて、人々は大通公園の芝生の上でゴロゴロしたり、音楽を演奏したり、体を動かしたり、ピクニックをしたり、あるいは写真のようにデモの集合場所や野外での集会所として利用したりして、貴重な暖かい季節を楽しむのです。一部の芝生には入れないこともあり、とにかく大事に管理されてきました。しかしどういうわけか、オリンピックのためならばとあっという間に剥がされてしまったのです。また、オリンピックのマラソン競技の実施が優先されたことで、札幌で毎年行われている2つの市民マラソンの大会は中止になりました。オリンピックを推進する人々は、オリンピックを開催することで、市民がスポーツを楽しむ機会が創出できるとよく主張していますが、市民マラソンの中止は、そうした言説が詭弁であることを象徴する出来事だったと思います。こうしてコロナ禍での開催が疑問視される中、マラソンや競歩の実施のために、当日は多くの大会関係者や警察官が道にあふれました。しかも密対策を理由に、つまり密にならないよう感染自粛を呼びかけることを理由に、大会スタッフは大幅に増員されました。本末転倒です。なぜ私たちはオリンピックを押し付けられなければならないのか。しかもよりによってコロナ禍の今、強行開催しなければならない理由とは何なのか。私の疑問はつきませんでした。そこで札幌にも抵抗する住民がいた記録を残したいと思い、友人と2人でアクションを起こすことにしました。五輪開催が1週間後に迫る7月17日に、オリンピック中止を求める誰でもサイレントウォークと称してデモを実施しました。
マラソンコースの一部をなぞる形で約20キロを8時間半かけて歩きました。この尋常ではない距離と時間にもかかわらず、入れ替わりながら常時約30人、延べ人数でいうと約100人が参加してくれました。コロナ禍ということで、参加者は極力距離を取り合いながら、シュプレヒコールは行わずに、それぞれの思いの丈を淡々とトラメガで語りました。当日までの1週間は、毎晩のようにコース付近のアパートを回り、今ご覧のようなチラシを投函したのですが、その効果もあってか、わざわざ店から出てきて沿道で手を振る人、住宅の2階の窓から拍手する人、車の窓を開けて頑張れと応援する人などが現れました。オリンピック開催に反対する住民の姿を少しは可視化することができたのかなと思います。マラソン競技当日にもスタンディングを行いました。コース唯一の見どころと言われていた白石藻岩通りは必ず放映されると踏んで、早朝に地下鉄に乗って白石藻岩通りのコース内側へ入りました。地上の道が封鎖されていて、コース内側には入りづらいため、外側は観客で混んでいても、内側はかなり人が少ないからです。私は複数の友人たちと分散してプラカードを掲げました。この時も万が一、警察官や大会関係者との衝突があることを考えて、実際に掲げる人と撮影する人の2人1組で行いました。今写真に写っているのは、命奪うな五輪というプラカードを掲げた友人です。もちろん私たち以外にも、マラソンの前後には札幌でさまざまな抵抗運動があったと聞いています。こうして散々な東京オリンピックは幕を閉じましたが、2016年から冬季五輪パラリンピックの招致活動をしている札幌市では、長距離もせずに、現在は2030年の招致を目指してその動きが活発化しています。最近ではスポーツ局の市職員を無料で派遣し、概要案の説明を行う出前講座が始まりました。今年1月17日、私は周囲の人を誘ってこの出前講座を開きました。これはその時の写真です。30分ほど職員の概要説明を聞いた後、1時間半の質疑応答を行いました。予算に関する質問が相次ぐと、職員は、五輪がなくてもいずれ必要になる施設整備費以外に税金は投入しないと説明していました。しかし札幌市は招致のために人員を割き、グッズを作り、資料を印刷しています。それも税金ではないかというと、その通りです、との返事がありました。この時の質疑応答の様子については、現在文字起こしをしているところですので、完成したら公開したいと思います。また、この時に配布された資料は、札幌市ではまだ公開されていないものだそうですが、写真を撮ったので共有したいと思います。チャットの方にアップロードしているので、気になる方は後でダウンロードしてよく読んでみてください。札幌市資料というデータです。札幌市は一応このデータをこういう場で共有することについては OK というふうに言ってはいます。ちなみに今年3月、札幌市は市民の中から1万人以上を対象に意向調査の実施を予定していますが、この意向調査は招致の是非を決定するものではなく、今後の進め方の参考とするものとされていて、札幌市はあくまでも結論ありきの姿勢です。出前講座で私がなぜ住民投票ではなく意向調査なのかと問うと、
市の職員は、住民投票のための制度作りには時間がかかるのですぐにはできない。だからこうした出前講座などで説明していくと話していました。2016年から準備しているのならいつでも制度は作れたし、一体この出前講座で何人の住民に説明ができると思っているのか気になるところです。なお、北海道新聞の招致に関する世論調査によれば、昨年春の段階で反対派は 50% でした。しかし皆さんご存知かもしれませんが、東京オリンピック開催後に行われた別の全国世論調査では、北海道でも賛成派が反対派を大きく上回っています。札幌には1972年の冬季五輪の開催を記念して作られたオリンピックミュージアムという施設があります。今月その施設に初めて行ってみたのですが、2030年の招致に関する内容の展示物はほとんど見当たりませんでした。唯一この右下の写真に写っているポスターが貼られていたくらいです。このことについて出前講座の職員に尋ねてみると、今はちょうど招致活動に関するものがいろいろ出来上がってくる頃なので、展示などもこれから活発になるのではないか、とのことでした。つまり、札幌市はまだまだここから畳みかけてくるということです。気が抜けない日々が続きますが、なんとか招致させないように方法を考えていきたいと思っています。私からの発表は以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。札幌オリンピックが、招致されようとしているところもすでに、もちろん東京がオリンピックが重くのし、東京オリンピックが重くのしかかった、札幌からそのまま招致反対していく運動が、展開していっていること、よく報告ありがとうございました。ぜひ一緒に、招致させないように止めていきたいと思っています。はい。これで、各都市からの報告が終わったんですけれども、ちょっと休憩を挟みまして、また再開したいと思います。そろそろ、再開したいと思います。だいぶ時間が、伸びましたけれども、이제 좀 시작하겠습니다. 시간 좀 지났는데요. 皆さん、せっかく、素晴らしいお話、報告をいただきましたので、それぞれの都市から少し、コメント、そして冬季オリンピックについて、オリンピック廃止についてなど、少し、どうですか、3分ほどぐらいずつぐらい、お話しいただきたいと思います。 여러 각지에서 여러 좋은 얘기를 많이 들었는데요. 그 각자 그 3분 정도씩 그 코멘트라든가 동계 올림픽 반대를 하는 데 있어서 뭔가 필요한 얘기들을 좀 나눴으면 좋겠습니다. はい。じゃあ、今度は逆回りで、オリンピック中止を求める誰でもサイレントウォーク、先ほどの今やってます、招致活動、しっかり、記録して、記録というか、情報を追って反対していきますと、報告があった方から、コメント、他の皆さんの報告を聞いて、コメントなどありましたらよろしくお願いします。그 이번에는 좀 그 순서를 좀 거꾸로 해서 그 아무나 사이렌트 워크를 하셨던 분이
분부터 그 3분 정도 코멘트라든가 다른 분들이 얘기를 들었을 때 느꼈던 점이라든가 감상을 좀 말씀해 주셨으면 좋겠습니다. 부탁드리겠습니다. 逐次通訳となってますので、少しずつ、短く切りながら話していただきたいと思います。 순자 통역이기 때문에 조금씩 그 나눠서 좀 말씀을 해주셨으면 좋겠습니다. 皆さん今日はありがとうございました。 오늘은 여러분 정말 감사합니다. 한국에서 참여하시는 여러분 감사합니다. 今日はもう一人一緒に、二人でデモをやっていたんですけど、そのもう一人の実行委員の子も一緒に聞いていました。 오늘은 그 데모를 그 둘이서 했는데 한 명 또 같이 했던 친구도 같이 오늘 들었습니다. その子も同じことを言っていたんですが、今日は本当にこうやって各都市の反五輪の活動をされている、私たちよりもずっと前から長くされている方たちとつながれたことを本当に嬉しく思います。 그 친구도 그랬는데요. 그 오늘은 각국의 그 그러니까 판올림픽 활동을 해 오셨던 그 저희보다는 더 길게 오래전부터 하셨던 분들과 연결이 될 수 있어서 연대를 할 수 있어서 정말 좋은 경험이었습니다. 私たちが活動を始めようとしたときに誰に連絡を取ればいいのか、誰とつながればいいのかというのは札幌では全く分かりませんでした。今もよく分かっていません。 그 저희가 활동을 시작할 때 그 어떤 사람들과 연결이 돼야 되는지 어떤 사람들한테 좀 얘기를 들어야 되는지 몰랐고 사실 지금도 삿포로에서 어떤 사람들과 연결될 수 있는지 좀 알기가 좀 어려운 상황입니다. そういう状況だったので今日の機会は本当にありがたかったです。 그런 상황이었기 때문에 오늘 같은 기회는 되게 좋은 기회가 되었다고 생각합니다. 特に岡崎さんが発表してくださった江澤さんの内容なんですが、札幌市民への伝言ということで重みのある言葉を、いただくことができてとても良かったと思います。ただよく聞き取れないところ、私はちょっと脳がついていけなかったところがあったので、もしよければ文章をどうにかいただけると嬉しいなと思います。 그 오카자키상이 발표하셨던 그 에사와상의 그 말씀이 그 삿포로 시민들에게 대한 그 전달하는 그러니까 그 이야기들이 되게 좋은 메시지가 있었다고 생각을 했지만 그 제가 좀 따라가기가 좀 어려웠던 부분들이 좀 있어서 그 글을 좀 받을 수 있었으면 좋겠다라고 생각을 했습니다. それから野宿者への声掛けについて東京の方から報告があったんですが、札幌でも東京オリンピックのマラソンの時に、大通公園の野宿者が排除されるという出来事がありました。 그 도쿄의 보고에서 노숙자들을 배제하는 그런 보고도 있었는데요. 그 도쿄 올림픽에 그 삿포로에서 그러니까 홋카이도에서 했었던 그 마라톤이 있을 때도 그러니까 똑같이 그 큰 거리에서 했던 그 마라톤 할 때 그 노숙자가 그 배제되는 사건도 있었습니다. 出前講座ではそのことに関する質問も出て、すべての人に優しい共生社会の実現というのを2030年の招致で掲げているにもかかわらず、なぜそのようなことをしたのかという発言がありました。 그때 그 설명회가 있었는데 그때도 모든 사람에게 그 착한 그런 대회다 이런 식으로 얘기를 하면서도 2030년 그 올림픽 그 유치를 하는데 그런 거를 왜 했냐 이런 질문도 나왔습니다. 札幌市は声掛けの実態があったことを認めた上で、多くの人にスポーツを楽しんでもらう、オリンピックを楽しんでもらうためには仕方のないことだったというふうに話していました。 그 삿포로시에서는 그런 노숙자들한테 그러니까
얘기를, 그러니까 말을 걸어서 뭔가 배제를 하는 방식에 대해서 인정을 하면서도 많은 사람들한테 올림픽, 파라림픽을 이렇게 그런 그러니까 많은 사람들이 즐거워하기 위해서는 어쩔 수 없는 판단이었다 이런 식으로 설명했습니다. このまま2030年の招致が決定すれば2030年にも同じような出来事が起きると思っています。 이대로 2030년에 그 유치가 만약에 결정된다면은 2030년에도 똑같은 일이 반복될 거라고 생각합니다. そのようなこともないように、そのようなことがないように、今後も皆さんとつながり合って、招致の反対活動を続けていこうと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 그런 일이 없도록 앞으로도 그러니까 여러분들과 연결돼서 연대를 하면서 이런 유치를 반대하는 활동을 계속 이어갔으면 좋겠다고 생각합니다. 잘 부탁드리겠습니다. 以上です。 이상입니다. ありがとうございます。 감사합니다. じゃあ続いて岡崎さんから、コメント、感想などよろしくお願いします。 이어서 오카자키 씨한테 그 코멘트 감상을 좀 듣겠습니다. はい。よろしいでしょうか。 괜찮습니까? いいですか？ 大丈夫です. はい。皆さん大変お疲れ様でした。通訳の方も大変、お疲れ様です。でですね、他の都市に比べて本当に急ごしらえの、急な参加というか、長野は大変急ごしらえでした。 여러분 지금까지 정말 수고 많으셨고요. 통역하신 분들도 수고 많으신 상황, 수고 많으셨다고 생각을 하고요. 나가노의 경우에는 다른 도시에 비해서는 엄청 급하게 결정된 그런 상황이었습니다. 急ごしらえというのは、この、集会への参加が急ごしらえだったという意味です。 급하게 참여했다는 게, 그러니까 오늘 하는 그 모임에 급하게 좀 참여를 했다라는 말씀이고요. しかも、急にまた、参加者が変わるというか、江澤さんが参加できなくなったということもあって、大変、なんというか、ちょっと不本意なものになってしまいました。 그리고 급하게 참여를 했던 것도 있고, 참여자도, 그러니까 원래는 에자와상이었는데, 참여를 못하게 된, 그러니까 그런 상황이었기 때문에 약간 좀 준비를 잘 못했던 그런 상황이었습니다. にもかかわらずですね、札幌の方が、この長野からの伝言というのを大変、真摯に受け取っていただいて、大変嬉しく思います。 그럼에도 불구하고 삿포로 분이 나가노에서의 전달 이야기를 진작에 받아들여 준 것 같아서 정말 기쁩니다. もちろんこの江澤さんの、原稿は、札幌の皆さんにも他の皆さんにも、文字にして届けたいと思っております。 당연히 에자와상의 이 글을 원고인데요. 삿포로 여러분도 그렇고 다른 분들도 그렇고 글로 전리해서 전달을 하고 싶다고 생각하고 있습니다. それでですね、これは江澤さんからの伝言でも私への伝言でもあるんですが、札幌で反対運動をして招致反対をされている方たちの連絡先がぜひ知りたいと思います。 에자와 씨가 저한테 전달 상황이 있어서 말씀을 해주셨는데 삿포로에서 반대 운동을 하고 계신 분들의 연락처를 좀 알고 싶습니다. 先ほど市村さんの方から、40年にも及ぶ反五輪運動というふうに紹介されましたが、
그 방금 전에 이치무라 씨도 말씀하셨지만, 그러니까 40년이나 그 이어오는 그런 그 올림픽 그 반대 운동이라고 소개를 해주셨는데요. 確かに江澤さんはもう本当に40年近い運動をしていらっしゃいます。 그 에자와 씨는 정말 그 40년 동안 그 활동을 하고 계시는 분인데요. で、ぜひ、これまでの積み上げてきたもの、財産を、若い、そしてオリンピック反対というところでは、共通する友人たち、今日、つながれた友人たちに、伝えていきたいと思います。 이런 뭐 지금까지 쌓여온 그런 재산을, 그러니까 젊은 세대 그리고 올림픽 반대를 한다라는 그런 공통의 그런 그 동료들에게 이런 거를 그러니까 전달을 하고 싶다고 생각하고 있습니다. ただ、非常に、リモートネットに暗いという、そういう私たちの弱点がありまして、本当は皆さんに会いたいし、話し合いたいというふうに、思います。それは江澤さんはもっと強く思っていると思います。今日は、だけども、本当に、皆さんと、つながれたことを嬉しく思います。企画された皆さんもありがとうございました。 그런데요, 그 사실 그런 온라인에서 하는 그런 방식에 조금 서투른 부분들도 좀 있고, 그렇기 때문에 사실은 그 실제로 오프라인에서 사람들과 만나서 좀 얘기를 나누고 싶다라는 게 사실이고요. 그리고 에자와 씨 같은 경우에도 아마 그렇게 생각하지 않을까 싶고요. 오늘은 그러니까 여러분과 그럼에도 불구하고 이렇게 연결을 할 수 있었던 게 정말 기쁘게 생각하고 있고, 기획을 해주셨던 분들에게도 정말 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 감사합니다. すいません。そして最後に、オリンピックは、不都合なものを排除します。それはもうみんなが、すべての方たちの発表で、それは、報告の中にありました。で、そのことを許さないということにおいて、オリンピックはなくしましょう。以上です。 그리고 마지막으로 올림픽은 그런 올림픽 권력에 맞지 않는 그런 네, 그 사람들이 싫어하는 것들을 배제를 하려고 하는 방식인 거죠. 그런 지금까지 발표를 하신 분들 그 보고 안에서도 그런 거를 많이 벌 수 있었던 듯이 그런 것들이 많이 벌 수 있었던 거고, 그런 것을 그러니까 허가하지 않는다, 이거를 연소하지 않는다라는 자세로 생각을 했을 때 올림픽은 그러니까 폐지해야 된다, 이렇게 생각하고 이제 마무리하겠습니다. 감사합니다. 以上です。ありがとうございました。 감사합니다. ありがとうございました。本当に、皆さんで集まって反対の声を上げていきたいですね。 이렇게 그러니까 다 같이 그 반대 목소리를 계속 내고 싶다고 생각하네요. はい。では続きまして、平昌オリンピック反対連帯から、お願いします。 이어서 평창올림 반대연대에서 잘 부탁드리겠습니다. 네, 이번에 온라인 집회에 같이 참여할 수 있어서 저희도 굉장히 힘이 됐었습니다. 私たちも、今回オンライン集会に参加できて、私たちもすごく力をもらいました。 도쿄 올림픽이 개최될 때쯤 2032년 하계 올림픽 개최지로 브리즈번이 결정됐었잖아요. 32년이요? 2032년? 네. 도쿄에서 32년에 뭔가 개최된... 아니요. 2032년 개최지로 호주 브리즈번. 30년이요? 32년이요. 2년에 호주에서 브리즈번 개최하는 게 도쿄 올림픽 개최할 때쯤 결정이 아, 네네네. 도쿄 올림픽をやっているときに、ブリーズで、オーストラリアで今度
オリンピックが2032年に開催されるってことが東京オリンピックやってる頃ぐらいに決定されたと思うんですけれども、 네, 서울에서도 2032년 하계 올림픽을 유치하기 위한 움직임이 있었습니다. ソウルでも、2032年にソウルオリンピックをやろうという誘致しようという動きがあったんですね。 사실 2018년 평창 올림픽 이후로 서울뿐만이 아니라 한국의 여러 주요 도시에서 그런 메가 스포츠 이벤트, 올림픽을 포함한 메가 스포츠 이벤트를 유치하기 위한 움직임이 굉장히 활발한 상태인데요. ピョンチャンの2018年のオリンピック以降にいろいろなソウルだけでなく韓国のいろいろな都市の中でメガスポーツイベント、オリンピックだけでないたくさんのそういうメガスポーツイベントを誘致しようという、動きがすごく広まっている状況なんですけれども、 최근에 메가 스포츠 이벤트 유치 움직임을 보면은 그 이전에 올림픽 등에서 있었던 일들을 딱히 가리려고 하는 시도조차 하지 않고 이것을 유치하면 우리에게 좋다라고 하는 뻔뻔스러운 거짓말들을 계속하고 있는 것 같습니다. メガスポーツイベントを誘致しようとしている動きを見ているとですね、今までオリンピックの時に起きた災害だったり抑圧についてむしろもう隠すような態度も見せないで嘘だったりそういうのを繰り返しながらこれを誘致するとすごくいいことが起きるみたいなそういうふうに広告をしているそういう状況なんですね。 그런 상황에서 올림픽을 겪고 그 문제에 대해서 계속해서 대응하고 있는 여러 지역에서 서로 연대하면서 상황들을 공유하고 그것들을 계속 사람들에게 알리려는 노력을 지속하는 것은 매우 중요하다고 생각합니다. そのような状況の中でオリンピックを経験したいろいろな各地の人々とその状況を共有したり連絡を取り合って人々にどういう状況があるのかっていうことをずっと伝えていくことっていうのはすごく大事なことじゃないかなと思います。 우리가 남겨야 하는 유산은 올림픽의 유산이 아니라 이런 올림픽에 저항하는 사람들의 연대가 우리의 진짜 유산이라고 생각합니다. 오늘 만남을 같이 할 수 있어서 진심으로 기뻤습니다. 이상입니다. でその遺産っていうのはオリンピックの遺産ではなくてオリンピックに対して抵抗してきた人たちの連帯っていうのが残していかなければいけないことではないのかなと思います。今日はこういうふうに出会ってつながることができたことに本当に感謝しています。ありがとうございました。ありがとうございます。ピョンチャンオリンピック反対連帯のオリンピックライブラリーの活動、ぜひ一緒に、やっていきたいと思っています。 평창 올림픽 반대연대의 올림픽 라이브러리가 도서관 활동이 같이 함께 할 수 있었으면 좋겠습니다. はい。続いて、東京オリンピック、ハンゴリンの会の方からお願いします。 이어서 한고린 모임에서 말씀해 주시겠습니다. はい、皆さん今日は本当に短い準備期間にもかかわらず参加していただいてありがとうございました。 오늘은 여러분 짧은 준비 시간에도 불구하고 참여를 해주셔서 정말 감사합니다. 通訳のお二人も大変な作業をありがとうございます。 통역해주신 두 분도 힘든 일을 정말 감사합니다. すごく興味深い話がたくさんあったので、ちょっとどこから感想を言っていいのか迷うのですが、흥미로운 얘기가 좀 많아서 어디부터 얘기를 할지 좀 고민스럽지만 一つですね、長野の方の報告の中で、長野の招致の時に既存施設を利用しますと。で、運営費用は入場料で賄うからあまりお金がかかりませんというようなことを言われたという報告がありました。 나가노, 그러니까 첫 번째로는 나가노 얘기인데요. 유치를 할 때 원래 있는 기존에 있는 시설을 사용하겠다. 운영을 하는 비용도 입장료로
이거는 어떻게 할 수 있다라고 한 얘기가 있었는데요. 私はそれを聞いて、もう本当にデジャブを見ているのかなという気持ちになりました。これは、東京オリンピックでも言われてきたことです。コンパクト五輪という言い方で。そして札幌でも今、お金がかかりませんということを言われています。 저는 이거를 듣고 그 디자브를 약간 보는 것 같은 느낌을 들었는데요. 그 도쿄에서도 똑같이 컴팩트 올림픽 막 이런 얘기가 있었고 지금 삿포로에서도 그런 얘기가 똑같이 그러니까 반복되어 있는 것 같습니다. 私たちはこうやって同じ嘘に何度騙されればいいのかなというふうな思いでいっぱいです。 우리는 같은 그런 거짓말에 몇 번이나 그러니까 언제까지 이렇게 속여야 되는 것일까 이런 좀 생각을 하게 되네요. お金の問題だけじゃなくて、今日も報告があったように、例えば自然破壊の問題だとか、労働者が酷使されるだとか、外国人労働者が排除されるとか、オリンピックはどこでやっても本当に同じような問題を何度も何度も繰り返していると思います。 오늘 보고에서도 있었지만 그 돈 얘기뿐만 아니라 자연 파괴라든가 아니면은 노동자를 그 배제를 하고 착취를 하는 방식, 외국인 노동자를 착취하는 방식. 그러니까 어느 나라로 가든 그러니까 똑같이 비슷한 것들이 반복되어 있다라는 거를 느낍니다. で、私はずっと反対運動をしながら、どうしてこういうことが起こるって分かっているのに何度も何度も繰り返すのか、ちょっと理解できないなと思っていたんですが、 저는 반대 운동을 하면서 왜 이런 것들이 계속해서 반복된다라는 걸 알면서 이렇게 된다는 게 좀 이해할 수가 없다라고 생각을 했었지만 オリンピックが閉幕した後、今私たちが見舞われている、なんていうんですかね、こう忘れさせようとする力とか、良かったものにしようとする力っていうののあまりの強さに、そういうことだったのかというふうにちょっとこう理解し始めているところです。 그런데 그 올림픽이 끝나고 나서 지금 이 상황에서 이런 그 재난 상황이라든가 착취를 잊게 하는 힘이라든가 이게 올림픽을 개최해서 되게 좋았다라고 느끼게 하는 힘이라든가 그런 것들 되게 강력하게 작동하고 있다라는 거를 좀 느끼고 그렇기 때문에 그런 것이었구나라고 지금 좀 이해를 하고 있는 상황입니다. だからこそ長野の方とかピョンチャンの方とかが今までやってきたみたいに閉幕してからも何が起こったのかっていうことをなんていうか、しっかり記録して残していく、そして伝えていく、そういうことが本当に重要なんだなっていうのを、今閉幕後の一都市としてすごく思っています。 그렇기 때문에 그 나가노라든가 편창에 분들이 하고 계시는 것처럼 그 이제 폐막한 후에 무엇이 일어나고 있는 건지를 그냥 기록하고 남기고 그거를 연결하는 그러니까 전달을 하려고 하는 노력들이 되게 필요하다라는 거를 이제 그 폐막하고 끝난 도시에 사는 사람으로서 좀 그러니까 동감을 하고 있는 상황입니다. で、札幌はもう本当に招致が決まってしまうと本当にその後困難なことがたくさん起こると思うので、まずは招致をさせないというところを、私たちも東京からできることをやっていきたいと思っています。 그 삿포로의 경우에는 유치가 이제 돼버리면은 여러 가지 곤란한 상황들이 많이 발생한다고 생각하기 때문에 그러니까 우선은 유치를 그러니까 못하게 하는, 그러니까 거절하는 그런 노력을 해야 되고 도쿄에서도 그거를 함께 할 수 있었으면 좋겠다고 생각하고 있습니다. 東京が終わったからもう終わりではなくて、もう本当に札幌、このままオリンピック廃止されないで続いてしまうと、また東京に戻ってくるかもしれないっていうこともありますし、だからこそ各都市がつながって、声を上げていくっていうことが大事だし、それが、結構心の支えにもなっているところがあります。 그 도쿄가 끝났으니까 이제 끝났다가 아니라 그 삿포로도 삿포로에서 만약에 유치가 된다면은 다시 올림픽이 도쿄에 돌아올 수도 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 그 각 도시에서 그 활동하는 사람들이 각자 각 그런 연결을 계속 연결하고 연대를 함으로써
네, 그런 것도 중요하다고 생각하고 그리고 그런 연결이 사실 저희한테는 되게 그 마음에 도움이 되는 그러니까 함께 하고 있다라는 그런 안심에 그러니까 약간 연결되는 그런 부분도 있다고 생각합니다. 私たちは2019年に、国際連帯行動といって、今日来てくださっているピョンチャン、長野だけじゃなくて、2024年のパリ、2028年の LA、それから2012年のロンドン、あと2016年のリオ、世界中から、オリンピック反対の活動をしてきた人たちが東京に集まってイベントをするっていうことを2019年にやりました。 그 2019년에 그 국제 연대 그 행동이라는 거를 했는데요. 그 오늘 오셨던 그 나가노 편찬뿐만 아니라 24년에 하는 파리라든가 28년에 하는 LA 그리고 그 12년에 했던 그 런던 그리고 리오라든가 여러 그 각국의 나라 사람들이 와서 함께 행동을 했던 거를 2019년에 했었는데요. 私はそれまではオリンピックを廃止するっていうのはもちろん目指したいけど、ちょっとこうドン・キホーテが風車に挑むみたいな、結構大きな野望だなっていうふうに思っていたんですが、ちょっとそういう国際的なつながり、各地がつながって声を上げるっていうことを、しっかりと始まってからオリンピックを廃止させるってことは全然荒唐無稽な夢ではなくて、いつか現実に起こることなんだなというふうに感じています。 저는 그러니까 처음에는 이런 올림픽을 폐지하는 거는 사실 하고 싶기는 하지만 좀 돈키호테가 그 푼차레에다가 약간 좀 도전을 하는 느낌이라고 좀 생각을 했었고 그래서 좀 어려운 거 아닐까라는 좀 생각을 했었지만 이런 그런 각지에서 왔던 사람들의 연결을 하면서 이거는 그런 꿈이 아니라 언젠가는 올림픽을 폐지할 수 있는 것이 아닐까 이런 좀 생각을 하게 되었습니다. 今はコロナなので今日もオンラインという形でやりましたけど、またその世界中の、一緒に声を上げていける仲間たちが一堂に会して、話したり一緒にデモをやったり、のんびりしたりそういうことができるように、なったらいいなというふうには思っています。 지금 코로나 사태이기 때문에 오늘은 좀 온라인으로 이렇게 만나게 되었지만 언젠가는 세계 각지에 있는 그런 돈지들이 한 그 자리에 모여서 같이 데모를 한다든가 그 이야기를 한다든가 아니면은 좀 같이 쉰다든가 그런 식으로 해서 만날 수 있는 그런 날을 좀 꿈꾸고 있습니다. 今日はどうもありがとうございました。 오늘 정말 감사했습니다. はい、ありがとうございました、皆さん。 감사합니다, 여러분. 本当に、閉幕後にですね、オリンピック・パラリンピック側は、都合よく記録を現在、作っています。 이익이 있는 방식으로 기록을 지금 남기려고 하고 있는 상황인데요. 今、日本でも話題になっている記録映像スタッフと NHK が行ったオリンピック反対運動を中傷したり、敵視したりするような報道をした問題は、その氷山の一角として、現れているんだと思います。 지금 일본에서도 되게 화제가 되어 있는 상황인데요. 영상 작가과 그리고 NHK가 했던 그런 날조 사건이죠. 그런 올림픽 반대하는 사람들을 적시를 한다든가 되게 부정적으로 그리는 방식이 있는데요. 그런 것들이 빈상의 일각이라고도 할 수 있다고 생각합니다. あと、忘れてならないのが、中国の元、副首相から、性暴力被害に遭った中国のテニス選手がですね、行方不明になっていることに関して、日本でも起こっている性暴力事件を完全無視した IOC のバッハ会長が、非常に家父長的な介入を見せて、
その大会開催、中国の大会開催維持のために、セブロック被害を政治利用していることを、完全に政治利用しているというふうに私たちは見ています。그리고 까먹으면 안 되는 상황인데요. 지금 중국의 성폭력 피해를 고발을 했던 테니스 선수가 행방불명이 되었던 사건에 대해서 일본의 성폭력 피해자에 대해서는 전혀 관심이 없었던 IOC의 마흐가 감정적인 그런 개입을 하면서 사실 중국의 대회를 개최를 할 수 있도록 그런 성폭력 피해자의 위치를 되게 그러니까 전체적으로 이용하고 있다라는 거를 저희는 되게 문제가 있다라는 방식을 좀 보고 있습니다. もう今日も発表があったように、繰り返しそのオリンピック・パラリンピックが、賄賂の招致から始まって、終始嘘で固められたイベントで、さまざまなこのきらびやかな文化イベントで隠蔽しようとしていることが、今、目の前でずっと起こり続けているということが分かりました。 오늘 발표에서도 볼 수 있었듯이 이런 것들이 되게 반복해서 나타나고 있는 것들이라고 생각할 수 있는데요. 올림픽 파라림픽을 둘러싸서 처음에는 그러니까 뒷돈으로 시작을 해서 뭔가 거짓이라든가 그런 거를 통해서 그러니까 반짝반짝거리는 그런 문화 이벤트 속에서 그런 것들이 거짓이 계속해서 반복되어 있다는 거를 우리가 지금 목격하고 있다고 생각을 합니다. 大嘘のイベントを続けられてしまっているということ、それもやっぱりずっと反対をしてきたけれども、これからもやっぱりオリンピック・パラリンピック廃止に向けて続けていかなければいけないなと思います。 이렇게 계속된 그런 큰 거짓말의 그런 행사가 계속해서 되어 있다는 것 자체가 사실 반대 운동을 우리가 계속 해왔지만 그래도 올림픽 폐지에 를 목표로 해서 계속해서 앞으로도 해야 된다 이런 좀 생각을 하게 되네요. なので、北京オリンピックが、本当にもう近々始まる、もう2月4日に始まりますが、これを、非常に日本でも、ネトウヨたちが、中国批判をしながらやっていますけれども、私たちは北京で声をなかなか上げにくい人たち、反対の声を上げられない人たちともつながっている気持ちで、今回のイベントを企画しました。 베이징 올림픽이 이제 코앞에 다가오고 있는데요. 2월 4일이죠. 일본의 경우에는 넷 우익들이 중국을 비판하는 방식으로 그러니까 반대를 하는 방식들이 있는데 저희의 경우에는 베이징에 있는 목소리를 내지 못하는 그런 사람들과 연결이 되어 있다라고 좀 생각을 하면서 이런 행사를 오늘 기획을 했던 것도 좀 있습니다. なので、なかなか応答は聞こえないかもしれないですけど、北京からの応答は聞こえないかもしれないですけど、絶対に必ず、現地の人たち、オリンピックおかしいと思っている仲間がいると思うので、本当にこういった反対の表明をしていこうと、思っています。そのための、行動がこれからあると思うんですが、それのアナウンスをしてもらいたいんですが、まずはここまで。はい。네, 베이징에 그런 응답이 거기 계시는 분들이 응답이 잘
들리지 못할, 그러니까 안 들릴 수도 있지만 꼭 거기 현지에 그런 동료들이, 친구들이 있다고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 그 반대하는 그런 마음을 계속해서 표명해야 된다고 생각을 하고 있고요. 그리고 그거를 위한 행동들이 앞으로도 계속 이어갈 거라고 생각을 하는데 그거에 대한 그 정보를 공유를 해주셨으면 좋겠습니다. 長野の方でアナウンスがあると思うので、岡崎さん、ちょっとお願いします。はい。 그 나가노에서 이제 그 정보 공유가 있다고 생각을 하는데 오카자키 씨 잘 부탁드리겠습니다. はい。長野では当初、北京オリンピック開幕に合わせ、2月5日、開幕の翌日に、やっぱりオリンピック、パラリンピックなんかいらないという集会を企画しました。 그 나가노에서는 그 베이징 그 올림픽 그 개막 그 다음 날이죠. 2월 그 5일에 그때 맞춰서 역시 올림픽 파라림픽은 필요 없다라는 그 집회를 기획을 했었습니다. しかし、その後、コロナウイルス感染、変異株によるコロナ、ウイルス感染が蔓延し、長野にもまん延防止重点措置が、敷かれました。 그런데요, 그 후에 그 코로나 그 바이러스, 그 변이 바이러스가 그 만연돼 버려서 그 나가노에서도 그 코로나 바이러스 만연 그 방지 그 조치라는 그러니까 조치라는 게 그러니까 그런 그 사태가 이제 그 선포가 되었습니다. ですので、やむなく集会は中止といたします。 그렇기 때문에 어쩔 수 없이 집회는 그 취소가 되었고요. 北京オリンピックが中止にならないのに、こんな小さな長野の集会を中止しなくてはならないことをとても悔しく思います。 그 베이징 올림픽은 그 취소가 되지 않고 그 이런 조그마한 그런 그 집회가 그 취소가 된다는 게 정말 억울합니다. で、集会は中止ですが、同日、2月の5日午後2時から、長野駅の、善光寺口駅頭で、短時間ですが、サイレントスタンディングを行います。 근데 집회는 그 취소가 되었지만 같은 날 2월 5일에 그 2시부터 나가노역 그 젠코지라는 출입구에 있는데요. 거기서 스탠딩 그 스탠딩을 그러니까 1인 시위 같은 거를 하는 거죠. 네, 그걸 하겠습니다. 皆さん、遠方からいらっしゃるのはちょっと難しいと思いますが、長野でそういう動きがあるということだけをお伝えします。 여러분 그 멀리서 오시는 거는 좀 어려울 수도 있지만 그 나가노에서 이런 움직임이 있다는 거를 좀 미리 알려드리겠습니다. 以上です。 이상입니다. はい、ありがとうございます。続いて、東京の方も、今度あるんですが、先ほどちょっとお願いしたんですけれど、オリンピック災害お断り連絡会の京極さんが入っていただいてて、ちょっとさっきお願いしたので、短めにアナウンスお願いしますか。はい。聞こえますか？ちょっといいですか？通訳だけちょっとしますね。도쿄의 경우에 도쿄에도 좀 그런 행동이 있는데요. 그 올림픽 재회 그 고절위원회가 있는데요. 그 거기서 교국 씨가 좀 말씀해 주시겠습니다. 다이저브 데스. はい。じゃあお願いします。こんにちは。おことわリンクの京極です。 안녕하세요. 그 오코토와 링크의 그 교국입니다. 今日はとても皆さんの報告が深くて感動しました。 오늘은 여러분 보고가 정말 깊은 내용이어가지고 정말 감동을 했습니다. 1年延期の果ての強行で1年間に2回のオリンピックを経験するという今とんでもないところに私たちは生きています。 그 1년 연기를 했기 때문에
그런 그 1년에 2번 올림픽을 경험하게 되는 그런 상황에 우리는 살고 있는데요. 東京五輪後、今日話にあったようないろいろなことがあったので、まだ、終わってる感じが全然しないんですけれども、実際していないと思いますけれども、今日吉田さんの話を聞いて、去年の夏のことを少し振り返ることができて、私自身とても良かったです。 그 도쿄가 끝나고 사실 근데 끝나고 나서도 그 여러 가지 일이 좀 있었고 사실 그런 일들이 아직 그 마무리가 되어 있지 않는 그런 이어가고 있는 그런 상황인데 오늘 요시다 씨의 보고를 듣고 여름에 어떤 것이 있었던 건지 다시 한번 저도 생각을 하게 되는 기회가 돼서 정말 좋았습니다. 長野のことを知っていましたけれども、その後ピョンチャンのことがあり、やはり冬季五輪で起こっていること、それから東京の経験を経験した私たちが札幌に同じようなことを手渡したくないなというふうに強く思っています。 그 나가노 이후는 좀 알고 있었는데요. 그 후에도 그 평창 얘기도 좀 들었었고, 그리고 도쿄를 경험했던 우리는 그 겨울 올림픽에서 그 올림픽을 이제 그 유치를 하게 되는 삿포로에 같은 경험을 그 전달을 하고 싶지 않다라는 걸 좀 깊이 생각하고 있습니다. 今ハングリーの会や岡崎さんたちと一緒に札幌招致を止めようっていう共同アピールも出しているので、ぜひ札幌の皆さんにも読んでもらいたいなというふうに思います。ハングリーの会のブログとかにアップされていると思います。 그 한고린 그과 그리고 오카자키 씨와 함께 지금 하고 있는 그런 게 있는데요. 그 삿포로 사람들도 그거를 봤으면 좋겠다라는 그 공동 아필 그 글이 있어요. 이게 그 한고린 블로그라든가 그런 데서 확인하실 수 있습니다. ハングリーの会1年北京五輪の1年前にアピールを出していますけれども、おことわリンクでもつい最近北京オリンピックに反対する、声明というアピールを出しました。 그 한고린에서 그 베이징 올림픽 그 1년 전에 그런 그 입장문을 냈었는데요. 그 오코토아 링크에서도 최근에 그런 그 베이징 올림픽 반대하는 그런 입장문을 냈습니다. 今日最初に報告がありましたけれども、北京冬季五輪が開催される場所が日本が侵略した地域であったり、中国の中でも非常に貧しい人たちがたくさんいる地域であること、それから、労働者の人たちが戦った場所だったりすることを、知ることができたというふうに思っています。 오늘 보고가 처음에 하셨던 보고에서 그 확인할 수 있었던 것 같은데요. 그 베이징 올림픽 이번에 하는 데는 그 일본이 원래 침략했던 그런 지역이라든가 중국 안에서도 좀 가난한 그런 사람들이 많이 사는 지역이라든가 아니면은 그 노동자들이 거기서 그 투쟁을 했던 그런 장소이기도 하다라는 거를 오늘 보고에서 들을 수 있었던 것 같습니다. 北京五輪は、冬季五輪と夏季大会と両方が開催されるという、とんでもない地域になるわけですけれども、まずここで切ろうかな。그 베이징 올림픽 같은 경우에는 겨울의 올림픽도 그렇고 여름의 올림픽도 둘 다 경험을 하게 되는 그런 어마어마한 그런 지역이 될 거라고 생각을 하는데요. それに対して、今日報告あったようにボイコットする国々、それから、推進する、中国政府、それから IOC、ここでちょっと切ります。 네, 그거에 보고에서도 보였던 듯이 그거를 보이콧하는 그런 나라도 있고 추진하는 중국 정부도 있고 IOC도 있죠. どの人たちもネオリベ新自由主義の立場で、
利権を奪い合っている人たちだというふうに思っています。어떤 사람들도 여기 나온 사람들은 그런 신자유주의적인 그 자기들의 이익을 챙기려고 하는 사람들이라고 저는 생각합니다. その、推進する人たちに向けて、北京五輪反対の声を、きっちり上げていこうというふうに、思って、今週の金曜日に、スタンディングアピールをやることにしました。그런 그 추징하는 그런 베이징 올림픽을 추징하는 사람들에게 그 반대를 하는 목소리를 계속 내야 된다고 생각을 하고 있고 그 이번 주 금요일에 그런 스탠딩 그 행사를 기획을 했습니다. 2月4日の開会式の、日、多分午後8時から開会式が始まるんですけれども、時差が1時間あると思いますが、だからどうなんだろう。ちょっと早いのかな。午後7時から、アピールをします。그 2월 4일이죠. 그런 올림픽 시작하는 그런 날에 맞춰서 그 오후 8시에 아마 시작을 할 텐데요. 그 시차가 1시간 있기 때문에 좀 빠른지 모르겠지만 일본 시간으로 오후 7시부터 이거를 하겠습니다. 午後7時から新宿のアルタ前という、とても賑やかなところで、スタンディングアピールで私たちの意見表明をします。그 오후 7시부터 신주쿠 아르타 앞이라는 사람들이 되게 많고 되게 그 번화가에서 우리는 그 스탠딩 어필을 하겠습니다. 呼びかけはハンゴリンの会とお断りリンクですけれども、たくさんの人に、たくさん集まらなくてもいいんですけれども、集まった人たちで、抗議の声を上げます。그 주체는 한고링과 오코토어링크로 같이 하기는 하지만 많은 사람들 많이 안 와도 상관없지만 그 모인 사람들과 함께 그 항의 목소리를 내고 싶습니다. 引き続き皆さんと一緒に、オリンピックなくなるまで頑張っていこうと思っているので一緒にやっていきましょう。ありがとうございました。 앞으로도 여러분과 함께 올림픽이 없어질 때까지 계속 함께 하고 싶다고 생각을 합니다. 앞으로도 잘 부탁드립니다. 감사합니다. はい、ありがとうございました。なんと30分以上も過ぎてしまったんで申し訳ないです。はい。 감사합니다. 근데 30분이나 약속 시간을 좀 늦어져가지고 정말 죄송합니다. ピョンチャンオリンピック反対連帯、一言だけでもいいの。じゃあ、一言とか最後ありますか？ 그 평창 올림 반대연대 쪽에서 그 한마디만 좀 해주셨으면 좋겠는데요. 그 좀 있습니까? 네, 저희는 베이징 올림픽을 앞두고 또 도쿄 올림픽을 개최를 하면서 갈등 관계에 있는 아시아 국가에서 연달아서 올림픽이 개최되면서 우리가 개최하는 올림픽은 좋은 올림픽이고 다른 국가에서 개최되는 올림픽은 나쁜 올림픽이다. 올림픽이라는 것은 좋은 것이고 그 가치를 실현시켜야 된다라는 논리를 계속해서 마주쳐 왔습니다. 北京オリンピックが今度開催されて、しかも東京オリンピックも開催されるってことで、葛藤のあるこのアジアの中で、アジアの中でずっと開催されるっていうこういう雰囲気の中で、実は私たちの国で開催されるオリンピックはいいもので、別の国で開催されるオリンピックは悪いものだっていうそういう価値の中で、そういう価値を戦わせる、そういう中で反対活動をするしかないという状況にあるんですけれども、 우리가 얘기하고 싶은 것은 세상에 좋은 올림픽이라는 것은 없고 어디서도 올림픽이 개최되지 않아야 한다는 것을 이번을 통해서 다시 확인하게 되었습니다. 私たちが主張するのは世界にいいオリンピックっていうものはないということをもっと強調して言っていくことっていうのが必要だってことをもう一度確認したということですね。 저희는 그 강릉의 올림픽 반대 도서관 개관을 하면서 작은 개관 행사를
개최해서 이야기하는 자리를 마련을 할 것 같습니다. 저희 계획은 이상입니다. で、私たちの計画はですね、カンルンでオリンピック反対の小さい図書館を作るんですけど、その図書館の開館イベントみたいなのをしようかなっていうのが、これからの計画ですね。私たちの計画は以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。素晴らしい。図書館、素晴らしいですね。図書館멋지네요。最後に、オリンピック中止を求める誰でもサイレントウォーク実行委員の方、一言でもあればお願いします。 마지막으로 올림픽 사이렌트 워크 하시는 분이 한마디 좀 해주셨으면 좋겠습니다. はい、先ほどいいオリンピックはないというご発言があって、全くその通りだなと思いました。 방금 전에 좋은 올림픽은 없다라고 말씀하셨는데 정말 말 그대로라고 생각을 했습니다. やっぱり札幌招致の問題がやっぱ身近に迫っているので、ついついそのことばかり考えてしまうんですけれども、 역시 삿포로에 유치를 하는 그런 것들이 이제 눈앞에 다가오고 있기 때문에 그 부분에 대해서 많이 생각을 하게 되는데요. 世界中からオリンピックをなくすっていう大目標のことを忘れないようにいたいと思いました。今日はありがとうございました。 모든 세계에서 올림픽을 없애자 이런 큰 목표가 있어야 된다라는 거를 다시 한번 확인했습니다. 정말 감사합니다. はい、ありがとうございます。皆さん、長丁場ありがとうございました。これで、今回の、イベント終わりますけれども、オンラインイベント終わりますけれども、これを機に、各都市つながって、また他の、都市もつながっていますので、パリやロサンゼルス、ブリスベンもつながっていますので、ぜひぜひ皆さんと、オリンピック、配信に向けて、今後も、やっていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。 여러분 오늘은 긴 시간 정말 감사했고요. 오늘 되게 여러 각 도시에 있는 사람들이 여러 가지 앞으로도 계속 연결을 하면서 사실 여기 있는 분들뿐만 아니라 파리라든가 LA라든가 드레스덴에 있는 사람들도 다 연결되어 있습니다. 앞으로도 올림픽 폐지에 향해서 다 같이 힘내고 연결되어 갔으면 좋겠다고 생각합니다. 정말 감사합니다. はい、どうも。じゃあ、これで終了します。ありがとうございました。 마무리하겠습니다. 감사합니다. ありがとうございました。ありがとうございました。